完璧におこわもちもちです。さあ今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回は超簡単メニュー、はいこちらです。中華風おこわ。中華の皮もう一歩いります。はい今回は中華風おこわを作りたいと思います。すごい難しそうですけどめちゃくちゃ簡単です。しかも炊飯器がなくても大丈夫な炊き方も教えちゃいますんでいきましょう。ババッとババご飯中華風おこわ。材料はこちら。お米 1.5 合、焼き鳥の缶詰1缶、うずらの卵3個、角餅1個、生姜 5g、干しエビ 5g、干し椎茸 5g、酒大さじ1、オイスターソース大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、水 230cc、ごま油小さじ1、小ネギ少々。超簡単ですよ。まず鍋ですね。蓋ができる鍋を用意してください。でこちらに洗って浸水させたお米ですね。まあ10分から15分ぐらいでもいいと思います。やっぱお米がちょっと乾燥している状態なのでお水を吸わせてあげることによって、加熱した時に均一に火が入るので浸水はできればやった方がいいと思います。じゃあお米を入れたらここにお酒、なければお酒入れなくても大丈夫です。あとはオイスターソース。これは結構ポイントですかね。牡蠣のうまみ。オイスターソースと、あとは干し椎茸。これスライスしてあるものですけども、生の椎茸でもいいですし、普通の乾燥してる椎茸を小さく切ってから崩してから入れてもいいです。であとは干しエビ。これも結構あった方が美味しくなるかなっていう食材ですけれども、冷凍のエビでもいいですし、でもこの中華の干しエビっていうのはまた干したもののうまみが入りますんで。でここに生姜スライスで鶏ガラ粉末スープ、生姜、干し椎茸、干しエビは 5g ずつで、鶏ガラ粉末スープは小さじ1杯入れてください。あとは焼き鳥、ホテイの焼き鳥です。これがねまたいい感じに味がついてるので入れます。焼き鳥缶ね、コンビニでも売ってますよね。でここにお水を入れていきます。ちょっとねホテイさんのお出汁も余すことなく。結構この焼き鳥缶が味付けのポイントだったりするので、ちょっと水でねお出汁を全部入れましょう。でご飯は 1.5 合に対してお水は 230cc 入れてください。全部入れたら混ぜます。うずら入れますね。そういえばもち米じゃないんですね。そうなんです。ちょっと今回ポイントがありまして、ここになんと砂糖の切り餅を入れます。砂糖の切り餅を入れることによって普通のお米でもおこわのようなもっちもちの炊き上がりになりますんで、これをね4等分して入れるだけです。そんなに細かくしなくてもいい感じに溶けてお米にもちっと感を出してくれますんで。やっぱお正月にね余ってしまったらなかなか食べる機会なくなってしまうんですが、こういう風におこわにするとね、通常のお餅でも大丈夫です。通常のお餅を入れてもらって、でこちらで蓋をして炊いていきます。コンロにのせまして強火です。強火で沸騰するまで待ちます。沸騰したら弱火にして10分待ちます。
で10分待ったら火を止めて5分蒸らせば完成ですね。ネギを切ります。最後にちょっと散らす小ネギを切ります。だから必ず用意してほしいのはお米、焼き鳥の缶詰、あとは砂糖の切り餅があればちょっとおこわっぽくはなります。でちょっと本格的にするなら鶏ガラ粉末スープとオイスターソースと干しエビ、干し椎茸、これはちょっと入れてほしいですね。きましたね。沸騰してきたので弱火にします。もう漏れてくる匂いがいい匂いですもんね。これは簡単にできていいですよ。この間ね、僕あれですよ、トトビック当たったんですよ。すごくないですか。ほら、当選おめでとうございます。ただもうこれ見てくださいよ、この結果300円です6等。これがねメールで来るんですよ、当選しましたって。で金額も何も書いてない、当選しましただけ来て、毎回震えながら毎回6億かもと思ってね開くんですけどねほんと当たんねえかな。さあ10分経ちました。じゃあちょっと火を止めて5分蒸らします。よし、開けてみましょう。これを覚えればね、お鍋でもここまで炊けますんで。いきます。パカッパカッ。いいですね、お餅が溶けて。でまずうずらを取り出します。うずらは潰れてしまうので、うずら取り出してもらって、でごま油入れたらかき混ぜます。うわ、もうおこわじゃん、おこわ。完全にこれ熱いうちにね混ぜてもらって、お餅を全部にこう絡まるように。こちらで中華風おこわ完成しました。さあそれではいただきたいと思います。いきますね。おお、餅が。いただきます。完璧におこわ。普通の白米が溶けたお餅によってもちもちです。で焼き鳥缶の味がいいですね。またうまい。鶏自体も出汁できってないし、でなおかつこの干しエビとか干し椎茸がまたねいい仕事してますね。あ、本格的な中華風のおこわになってます。うまい。これちょっと残ったらおにぎりなんかしてもね美味しいと思いますし、ちょっとお弁当なんかにこれ入ったらテンション上がりますね、絶対。おこわなんかね、ほんとデパ地下で買うイメージですけど、こんなに簡単に作れるんだったらね、ぜひ皆さん作ってください。でお餅もね、お正月に余ってたりとか冷凍している餅でもいいので、こちらぜひちょっと作ってみてください。というわけで今回はこれで終わります。もしよかったら高評価とチャンネル登録の方お願いします。以上、ババッとババご飯でした。